役員会ではっきりと言われまして、役員降りてくれと。いざじゃあもう一回支店長からやるって言った時に、もう一度やり直すっていうよりはもっとプラスにしていこう。次に与えられた役割に対して葛藤はあったかもしれないんですけど、でもやっぱりちゃんとやったのと、それ継続したっていうことですよね。今回永田さんと森社長を交えた対談ということでお話をお伺いできればなと思います。まず永田さんからプロフィールを簡単にご説明いただけるとありがたいです。管理部の部長をやらせていただいてます永田慶太郎と申します。入社して14年目に入りまして、前職が引っ越し会社いたんですけども倒産しまして、埼玉支店にアプリ引っ越しセンターが出すみたいな話を聞いていて、その時にもともと優れた埼玉支店のメンバーでこぞっとアプリ引っ越しの埼玉支店に移動した形なんですけども、もともと引っ越し自体はその時で8年ぐらいやってたんですかね。アプリ引っ越しの埼玉支店って1年やって2年目に埼玉支店の支店長を任せていただいて、そこから結構スピードが速かったんですけども、マネージャーという形で他の支店も一緒に見てくれみたいな形エリアマネージャーやって、ある程度成果というか実績残して東京本社の方に部長という形で来まして、その背景で支店が増えていって、改めて会社で一緒にやろうという森社長からいただきまして役員就任させていただきました。現場はものすごいやっぱりていたのと、スペシャリスト感を自分でも持っていたので、結構そこだけで来てしまっていた部分があって、要は社会人スキルっていう部分ですかね。そこがやっぱり足りなくて、役員会ではっきりと言われまして、役員降りてくれというところはありました。結構その時はしっかり話していただいたんで、もう一回支店長から、やり直しっていうよりは支店長からやってきてくれというメッセージ。自分が足りないものは何かっていうのはもう明確だったので、改めて支店長をやって、同じ道ですね、エリアマネージャーやって、ある程度自分で実績残していった結果、地方展開をしていこうという会社の戦略があったので、その時にまた改めて名前挙げていただいて、名古屋何もないところでやってきてほしいという形だったので、ぜひやらせてくださいということで、名古屋の立ち上げやりまして、名古屋で3年間立ち上げからある程度軌道を乗せるところまで行って、そこで改めて東京本社の子で管理部、引っ越しのノウハウを知ってる人がやっぱり必要だっていうことで、改めて声いただいて管理部長になります。役員になってまた一からやっていくみたいなところが一番大変だった部分ですかね。自分がやっぱり役員になったタイミングっていうのはある程度会社の規模も大きくなっていて、その時にやっぱり自分のスキルっていう部分が他の役員とか経営陣と比べて劣ってるなっていうのは自分で分かっていて、役員会の時にいざそれを言われた時にやっぱりかみたいなものは結構自分の中であって、もちろんそれはしっかり自分の中で受け止めて、いざじゃあもう一回支店長からやるって言った時にもう一度やり直すっていうよりはもっとプラスにしていこうっていう、改めて自分でじゃあ何が足りなかったのかみたいなものをやって、改めて今アップルの経営陣というか戻ってこれたみたいな。役員としての未熟さっていうところを実感されていたとおっしゃっていたと思うんですけど、どのあたりとかってあったりしますか？大きくは2つあって、メンバーに対してのマネジメントは自分を好きになってくれみたいなものがやっぱりあって、自分のメンバーから辞めますっていう人もいたんですけども、永田さんは好きだけど会社が好きじゃないみたいな違うプロセス踏んだなっていうのがありまして、2つ目っていうのは社会人としての自分の市場価値を上げるスキルっていうのが何もない。役員降りてやっぱり支店長にもう一回やるって言った時は、うちの会社っていいんだよみたいな、きちんとやっぱり伝えていくスキルと、どうしたらもっと周りの人たちが幸せになるんだろうと考えた時に、その2つでしたね。振り返ってみて大変だったのかどうでしょうか？役員に降りたところっていうのが自分の中でターニングポイントだったんで、そこでやっぱり一番大変だったのが、とはいえどこでスキル磨く時間あるんだよみたいな、いつ自分の市場価値上げる時間があるんだよみたいなものは結構自分の中で言い訳はあって、でもその時やっぱり同じ経営陣とか見てると、人が見てない時にやってるんですよね。業務時間はしっかり仕事をするのは当たり前だけど、その後に人が見てない時に何ができるかっていうので、そこで差がついたんだなっていうのはありました。役員から支店長とか心理的に圧迫されるというか、そういうのがあるのかなと思うんですけど、挫折した時にこういう考え方をしてると成長していくよみたいな、そういうのがあればお伝えいただきたいです。今のパターンだとね、例えば支店長だけど支店長更迭したとか、役職下がってもらうと、最初はみんないいこと言うんだけどな、大体辞めるんですよね。ちょっとだけ頑張るんだけど、やっぱ辞めるんですよね。一番はやっぱり役員をやってる時にはある程度自分の課題が明確ではあったので、そこをまずやらないといけないなっていうのはありました。当初もある程度社員だし部署もあったし支店もあったので、もちろん周りの面もものすごい最初は気にしました。でもその時に誰かに言われたらば、そんなこと一時気にして仕事してるやついねえよみたいな、悪ふざけで言うやつはいるかもしれないけど別に本心で言うやついないだろうしっていうのはありましたね。自分が窮地に立った時とか、自分の状況がやっぱまずくなった時に我が出るなと思って、引っ越しの現場もそうなんですよ。どれだけいいこと言ってても、本当にきつい現場とかたまに当たった時に我が出るんですよ。やっつけ仕事するやつとか、機嫌悪くなるやつとか、ぐちぐち会社の文句言うやつとか。反面やっぱりいいやつは、そういう窮地に陥った時に我がポジティブだと、もうやるしかないから頑張るかみたいな。これ結局役職の話とか給料の話もそうで、自分としてもどこを見てるかっていうと、まずい状況になった時にその人はどういう言動行動を取るかっていうのを実は結構見ていて、そこでやっぱり我が出るんで、
本質というか、永田が良かったと思うのは、そういう状況に陥ったとしても本人はショックを受けたかもしれないですけど、でも受け入れて変わらずにふてくされることもなく、何か文句言うわけでもなく受け入れて、次に与えられた役割に対して葛藤はあったかもしれないですけど、でもやっぱりちゃんとやったのと、それ継続したということですね。何らかの理由は役職外すとか利用させるって多々ありますけど、気持ちとしてはやっぱり一回チャレンジしてうまくいかなくて、それでも頑張るやつは次何か機会があったらやっぱ上げようとか、永田の時なんかは会社の状況もありましたけど、次何かあったらやっぱ引き上げようみたいなのはもうその時点で決まってますよね。結論やっぱ信頼できるじゃないですか。もともと信用は積んでましたし、だからそういう姿を見てさらに信用を積んでたんで、信頼は逆に言うと雨降って地固まるというか。で、その機会が2019年末かなに名古屋を立ち上げると。ゼロから作ろうってなった時に、基本的に遠く、ちょっと距離が離れているところにやっぱり責任者を置くっていうのは最も大事なのってやっぱ信頼だと思うんですよね。で、うちの会社ってやっぱ信用っていうのは過去の実績とか、過去の言動、行動とか、信用を積み重ねるっていうのはそういうこと。信頼っていうのは結構定性的なもので、未来に対して期待とか信じて頼るわけだから、未来のことっていう定義をしてるんですけど、信頼をするっていうのはやっぱ信用が積み重なってないといけなくて、さらに遠隔地とか何か飛び地の事業とかってやるんだったら、スキルも大事なんですけど、優先すべきは信頼できる人間、裏切らないとか、絶対に悪いことしないとか、こういうことをやっぱ信じてるやつが遠隔地に行ってもらわないと、近くにいたらなんとか自分でできるんですけど、遠くに行かせちゃった時に大変なことになっちゃうんで、ちゃんと進路を置けるやつを生かす場面が現れたので、よし、長引くかと。スキルはすごいできるけど、あんまり信用できないなみたいな、真面目じゃないなみたいな人とかは、立ち上げとかはあんまり感じなんですか？なかなか人材が不足してるとか育てきれてないっていうのもあるので、と思って支店長にする人も実際いて、過去ですよ。ことごとく失敗しましたね。基本的に人間性とか信頼できる人を養殖に据えるっていうことをやらないと、親と子供の関係みたいな感じで、親がしてることを子は真似するわけですよね。支店長がしてることはやっぱ支店のスタッフは真似をしがちなので、その時にやっぱ仕事できるのも真似してほしいんですけど、人間性間違ったりとかちょっと微妙なところを真似しちゃったら、後々火吹くんで、とにかく真面目にやってくれればと思っていて、信頼がやっぱり一番優先順位高いところには来るっていう感じです。支店長にされて失敗したみたいなことがあったと思うんですけど、具体的にどういう失敗をしたのかってお伺いできますか？支店長なんですね、誘惑がいっぱい来るんですね。例えばですけど、某潰れた引っ越し会社とか、昔言われてたのは、そこの引っ越し会社の支店長になると家が建つ、揶揄されてたわけですよ。給料だけじゃないんですよ。結構不正できるんですよね。例えば、僕らが引き取ってきたリサイクル品とかを会社にバレないように売って自分のポッケに入れちゃったりとか、それこそアルバイトの日払いごまかして入れちゃったりとか、これ大手でもあると思いますけど、散々あるんですよ。昔、取引業者がうち使ってくれませんかって結構支店に行くんですよ。そうすると、支店長に賄賂ですよ。渡すからうち使ってくれるようにしてくれませんかとか、会社じゃなくてあなたに賄賂を渡すんだみたいな。こういう輩もいるんですよ。そうやって誘惑がいっぱいあって、人間性がしっかりしてたりとか、さっき言った悪いこと絶対しないとかっていうのがやっぱりないと、たまに誘惑に負けちゃうやつがいるんですよ。僕のポリシーとしても、会社のポリシーとしても、ダメなことはダメなんで決めてもらったりとかありますし、不正っていうのは分かりやすいからあれですけど、お金の貸し借りとか、サボりとか、人間の弱さみたいなのがね、大体露呈してきて、最後いくつかのパターンで、結果失敗したかなっていうのはありますよね。永田さんのアップルは美味しいみたいな話がちょっと出てたと思うんですけど、そのお話の意図というか、お伺いできたらと思うんですけど。そうですね。役員俺だと支店長の時ですかね、社内でインタビュー的なものがありまして、僕はその時にこの会社美味しいと。最初は僕も支店長をやる時っていうのは給料上がるよみたいな上司から言われてたんで、給料上がるんだったらやりますよぐらいの話だったんですけど、支店長をやってからやっぱり機会がものすごい増えまして、人として成長勉強できる機会もそうですし、人をマネジメントする機会だったり、ものすごい細かい機会が結構あって、でその後またエリアマネージャーになって2店舗見る機会、じゃあどうやってやったらいいんだとか、スキル的な部分もありましたし、それこそ自分に何もスキル資格がない状態で人の上に立つっていう言い方じゃないですけど、人をマネジメントできる機会を短い期間で、その時は会社のフェーズも良かったんですけど、これからどんどん行くぞっていう会社に出会えたっていうのがあって、短い期間で控えがあって給料も上がってって、結局そこで僕仕切ったんですよね、最終的には。だけどそれを経験あったんで、今いるメンバーの子たちにはこういうことが俺はあったっていうのを伝えられるので、ずっと言ってることなんですけど、仕事って何のためにするかっていうことなんですけど、仕事ってイコールお金を稼ぐためだけのものだっていう風になるんですよね、みんな。なりやすそうだから。仕事の報酬ってお金だけじゃないよねという風に気づけて、それを学んでちゃんと自分に生かすっていうことができてる側の人間だと思うんですよ。ほとんどの人がやっぱり仕事だってお金を稼ぐためだけでしょみたいな。
ってなって、そういう風になっちゃった人とか変わらない人は目の前のお金を求めてずっと生きていくみたいな、そこの違いはやっぱ大きいですよね。そういう面では長田としては変わった一人というか、逆にうちの会社に来てくれて、もちろん自らの力が一番大きいと思いますけど、良い方に進めてる最たる例だと思うので、2017年か2018年ぐらい本を書いたんですね。僕の人生から創業して2017、8年ぐらいのやつを書いたんです。34歳、2000年。ここの本の終わり際で、奈良さんが役員を外されたっていうストーリーを書いたんですよ。その辺で終わってるんですよ。なるほど。永田の今の目標は、社長に本の続きを書いてもらわないと、俺の名誉が挽回されないから。社内の研修本で課題図書とかあるんですけど、大体僕のメンバーとかで書いてくると、永田さん腐ってたんですねみたいな。僕を別に悪気やって言うわけじゃないんですから、今の僕を見てくれって言ってくれるんですけど、スネ夫になりきれてないスネ夫みたいな。なので今僕はゴンジ社長に続編を書くか、もしくは僕が裏本を書くか。会社のやつしかないじゃん。追加で書くご予定とかは？なんともないですね。生まれた時から書いてあるから、34年分ぐらい書いてほしいんですよ。ちょっと先がまだ長いですね。なるほど。続編も期待してますということで、ありがとうございます。本日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。Apple ではホームページやこの YouTube などを通じて採用等々いろんな情報を発信しておりますので、興味を持っていただけたら見に行っていただければなと思います。また YouTube チャンネル様々なイベントや研修や対談や現場の様子等々も発信してますので、ぜひぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。